全く違うわ。あ、これいい。これはくつろげるね。一周取っちゃう。餅。餅。うわー。ちょっと待って。エアーどこ行った？どうですか？終わった。おはようございます。おいでやす。斉藤です。だだだ。こちらテント立てております。はい。実は自宅の庭にいますけども、うん。ちょっと別の動画でポータブルエアコン、スポットエアコンのエアコンの検証動画をやってて、ちょっと庭なんですけどテント立てて動画撮ってたんで、せっかくだったらちょっとここで飲み会しようかなと思って。なんだかんだ1年間あったのに、うん、こういうことをしてこなかった。そうね、初じゃね。初だね。テントの中でやるのは初。庭でなんかうわー危ね庭で焼肉をしたことはあります。ー。そうだね。ここじゃなくて、ベンチで今日も焼肉しようと思って。そう、なんか素敵なお肉をねいただいたんですよね。そうなんですよ。せっかくねこのテントも立てて、インナーテントの方も作ってあるんで、これもちょっとレビュー動画入れたいと思ってるんですけど、以前に僕らよく使ってるベッド、エアベッドですよね。これサムトピアっていうメーカーさんのエアベッド使ってるんですけど、動画でも何個か出てると思うんですよ。ね。ショートもね、作りましたよね。今もね愛用してますし、キャンプ行ったら結構使うんですけど、家でも来客があったら使います。そうそうそう。すごく重宝してるんですよ。はい。高級エアベッドですね。ただその質感とかね、そういったところはすごく納得のサムトピアなんで、今回は5月のフィールドスタイルで出してたみたいなんですけど、新商品のなんかエアソファーベッド、はいっていうのが出たらしくて、これをちょっと試してほしいっていうね。うち前ふもとっぱらに持って行ったりしてましたよね、エアベッド。エアベッドね、今回はソファーベッド。おお、ソファーだけどベッド。そう、ソファーにもなるしベッドにもなる。あ、ソファーも持ってったことありますね、エアの。だからそれが両方に、そう両方すごい。その機能が入ってるっていうことで。ソファーベッドってことは家でよく一人暮らしの時に使うようなやつって、展開してベッドにもなるし、展開してソファーに戻るみたいなやつですよね。そうですね、ソファーベッドって。そうでも、僕も何の詳細もまだもらってないので、どんなものなんかわかんないんですよ。すごい、ちょっと今後ろに置いてあって、ダブルサイズとシングルサイズっていうのがあるみたいなんですね。で両方ともそこに用意してあるので、ちょっとどんなもんなのか、サイズ感とか質感とか含めて、あとなんか枕もあったかな、見ていってみたいなと思います。はい。で今日はここで焼肉しながら、ここで大丈夫か、こんだけメッシュなら大丈夫かな。なんか炙り屋なのかなって最初思ってて、それだったら全然大丈夫じゃん。火を起こしてって言ってたから、炙り屋にしとく？どうやるんだろうって思って。炭は危ねえか、メッシュでも。わかんない。イージーライフ IPA でございます。太郎ちゃんビールです。はい。ビアゲンビレッジとのコラボビールです。このがっつり IPA めっちゃ美味しいんで。これ美味しい。私も大好きです。ちょっと 7% で強いんですけど、興味あったらぜひ。ハルピンは越後ビール。そう、私は今日はちょっと軽めに。全国第1号地ビールってなんだろうね。わかんない。第1号。すごくない？それでは庭キャン。はい。才能。才能。くる。すっきり。いい時間だわ。はい、ということで、こんな感じでテント立てております。これはですね、クーディの、ファミリアプロ立てて遊んでおります。2個目でよかったね。はい。こんな感じでちょっと外見えなかったらもうキャンプ場だよね。キャンプ場。こっち側がねちょっとおうちビューなんで、こっちを閉じようかなと思う。こっちは車がすぐあるから、こっちは開けっぱなしにして、で今回ねこれ使ってますよ。このライト、クーディのねライト。すっげえ明るい。これすごい、もうなんかレトロなガラス細工みたいな感じで、めっちゃ可愛いんですよ。模様がついてるんだよね、こうやってね。多分夜になったらちょっと綺麗な感じに、あと色とか結構いじれるんですよ。すごいよね。おお、しんみり。
あ、ちょっとついてんだこれ。盆踊りモード、盆踊りこんな感じ。提灯モード、はい。でで、うんん。ででん、明るい。あ、これいいね。あと色だね。あ、白白っぽくなる。もっと白い。あ、さらに白い。青い。これ外出るともう家ですね。ほぼ初の家キャンプですね。なんかハマりそう。もう常設してていいならハマりそそう、ちょっと雨予報もあるんで、降り出しちゃったらしばらく立てっぱなしにしようかなって思ってる。う。いいよね。ほんで好きなうん時ここに来れたら。うん。よいしょ。はい、ということでこちらなんですけども、2個目にちょっと一回お家に戻しました。そう、おトイレしに行きました。こんな感じのバッグが来てるんですけど、はいこれがソファーベッドらしいんだよね。ケースすごい立派で可愛くないですか？すごいよな。形のあるケースになりました。前までちょっとボストンバッグっぽい感じだったんだけど、あ、確かに。これすごい初開けですよこれ。多分こっちが大きいんで、こっちがダブル、そっちがシングル。肩が痛くないように添えるのもついてる。ファスナー YKK なんですか？だね。すごいですね。確かにすごい。あ、サムトピアのダブルからいってみようか。はい。でかい方。あ、ここにうん全部書いてある。あ、本当だ。すごい。これ形も書いてあるね。うんあ、こういう形になるんだ。ソファーの形なんだ。うん。で、これシングルだ。うんこれダブルだ。そうじゃない？そうだね。ダブルってこういうこと？すごい。ソファーの形。別々で使える感じ。こっち向きとあっち向きみたいなこと？まあ、タープ下とかだったらいいかな、こういうの。へえ、あ、そういうことね。なんかほら、夫婦だけじゃなくて友達とか。ちょっと膨らましてみましょうか。はい。もうここにドーンっていきます？どんぐらいなんでしょうね。ね、行ってみましょうか。はい。よっ。はい。あ、それね、前もついてました。はい。リペアキット。はい。と説明書です。うん。まあでも一緒かな、空気を入れて終わりっていうことだと思いますけど、これは何だろう？これカバーか？あ、グランドシートっぽいぞ。これとペグが4個うん。ついてます。だから外に敷く場合かな。ああ、すごいね。グランドシートしてはい。その上にソファーうん。ができるんじゃないですか。本当にタープ下で使えるじゃん。最高だね。お昼寝もできちゃうね。で今回は使いません。なんか前と変わってますね。なんかいろあいろ、なんか生地すごい。生地が全然違うわ。かわいい。感じのサイズ方向。あ、こうだ。こうっぽい。こうだね。うん。あ、さっきの真ん中のやつこれじゃないですか。すげえ。これ気持ちいいんだけど。じゃあこれでこれが空気入れ。こんな感じで入ってるから、これをインフレート空気入れる方で、はい。OK。ここですかね、多分。空気、あ、2段階。下と上があるわ。これが下。で、こっちが多分上だわ。しかもなんだこれ。ガイドメーター。はい。できた。はい。やっぱここあれですね、これ圧力ゲージですね。 0.6 っていうふうに出てるけど、いくつが正しいのかわかんないけどここには書いてないです。座ってみて。あれうわ、どう？声でかめっち進化をしている気がする。ゃ本当？なんかうん、パンパンに感じないんですよ。入ってるけどすごいふかふかだわ。ふかふかなの。でもこのすごくない？確かにそうすると、このゲージがついてるから今 0.66 なんですけど、この数字を覚えておけば、自分のふかふか感がわかるわ。これ気持ちよくない？すごい生地がすごい良い。生地がいい。これ下閉じて、次上ね。同様の手順で空気を入れます。約25秒で完了します。これがねむずいな。置いてきぼりになっちゃうんだよ。このちょっとね難しい。これ例えば刺したらこうやって抜けちゃうのよ。うんうん。こうやって入れた時に入れたらこうだな。あ、これだと背もたれがうん完成します。はい。
もしベッドとして使用するときは、ソファーカバーの中央部のファスナーを開けて、ベッドカバーをソファーベッドの下半分に装着することによってベッドとしても使用できます。とりあえず今、完成はした。完成したんですけど、こんな感じ。ソファーバージョンが完成した。すごくね、背中合わせソファーなんだなこれ。うわ最高。うわこれめっちゃいいよ太郎ちゃん。今までうちらが持ってたソファーとは全く違う。あ、すごい。すごいね。確かに。これ2個目にもここで一緒にさいられるぐらい広いよ。全く違うわ。あ、これいい。これはくつろげるね。めっちゃいい。なるほど。ここにワンコも来れるよ。で4人でさみんなでじゃあなんかしようよってなってもさ、この感じよくない？寝るまでね。寝るまでこれでいいよねっていう。各自こっちとあっちにサイドテーブルを置いて。ただこっちと背中合わせっていうのはこうやって喋れば。あ、そうですかね。こうやって座っちゃったらなんか違うけど。そうですかね。こうやって。すごいな、これすごいサムトピア。ねえ、すごい。サムトピア。そんでじゃあベッドにしたいときはこれなんですよ。やっぱツイードっぽい生地だからさ、引っ掛けちゃうと糸が出やすいんだね。私あっち行ってみるね。ベッドにした時のカバーがこれなんだ。別なんだ。多分。これ大きい方だね。これがでもダブル用の。おお。すごい。クッションだ。めっちゃこれは寝心地よさそう。これクッションだ。これすごい。すごい。クッション入ってる。すっごい。あ、しかもなんかくっついてるんだ。くっついてしまえやすいように。バッグとくっついてるのこれが。そうゴムが。そうだね。確かにいいね、なくさなくて。アウトドアを超えたな。高級すぎる。インドア、家でも全然いいぞこれで。グランピングとかにこういうの、いいソファーがある感じ。じゃあカバーちょっとこれってなるちゃんそこでさ、私ここでさいい感じじゃなかった今。こっちとこっちで。そうこうやって「才能」って確かにね。この腕を置けるってめっちゃよくない？この距離感すごいいいです。気持ちいい本当に。これ外せんのかどっかで。一旦ちょっと待って、じゃあこの上の空気抜きますよ。こっちのこれ多分押すとこう抜けるんですよ。抜けて、サムトピアのやつって両方いけんのよね。このインとアウトみたいな、こっちアウトにつけて空気を抜いてあげることができるから。カバーを取っちゃうってことかな。こう取っ手もついてます。これそういえばこれ持ったらこうやって、あ、軽い。めっちゃ軽い。いいね。チャックがついてます。ここについてた。それ取ってみ。これを取ってベッドになる。一周取っちゃう。あ、取れた。取れた。これを取ったらベッドだ。うわすごい。よいしょ。これだけだわ。あ、これでカバーをかけるんですよね。で例えばこうして寄せとくじゃないですか。このカバークッション、これでクッションもうこれで寝れるんだけど。やばいんじゃない？考えられすぎててやばい。これはすごいぞ。袋出します。そりゃ高いわ。高いんだ。高い。これはちょっと概要欄から金額は見てもらえたらと思うんですけど、マジ家のベッドぐらい金額するから。餅。あ、これやばい。餅。これやばい。もちもちなんですけど。サムトピアっていう文字がいっぱい書いてあって、触り心地は本当につきたてのお餅。これとこっちはじゃあ何ですか？カバー。一旦これかけてみる？あ、ここゴムになってて、よくあるベッドのボックスシーツみたいに。あれ？これ合ってる？合ってるか。これは家で使いたいぞ。キャンプだけじゃなくて。これやばいぞ。ちょっと待って。高級すぎる。こちらシーツですね。これがシーツかな。すごい質感見て。サテンみたいじゃん。トラントラン。これ上からでいいんだよな多分。横立て合ってる？合ってると思います。よいしょ。あ、そうだね多分。サラサラじゃん。線で合わせてなんとなくベッド完成。うわ
これはやばいよ。このさっきのこれの下のボックスシーツっていうのクッション、ちょっと寝てみる、乗っかってみる。うわーすごいね。低反発みたいになってるんですよ、この下の一層が、で上がもう高級シーツみたいなトゥルントゥルンでサラサラ。マジホテルみたいじゃない？どうすか？もう、ちょっと待ってエアーどこ行ったもうだって感じるのは、この合間のこの低反発のクッションで、エアーの感じがもう分かんないの。全然バウンドする硬い感じとかが、すごいよ太郎ちゃん。いいですか、わしも。失礼します。はい、どうぞ極上の世界へ。確かに言ってる意味わかる？エアー感がない。そう、このさもちもちがあるならさ、パンパンに入れてもさ、平気じゃない？平気かも。ハルピンさ前さパンパンに入れたくないって言ってたじゃん。そう、硬すぎて腰が痛い、このマットするならパンパン気味に入っててもわかんない。これやばいやマジホテルっすよ。ホテルだよね、エアどこ行ったじゃない。エアどこ行った状態。これは一作前とは大幅なる進化をね。地面がちょっと傾いてるんでこっちかな。こっちの方がね、そっちの方がいいかも、あ全然違う。これやばいね。これ爆睡できます。これはやばい。なんか荷物としてね、こんなに持っていくのはなって思ったんだけど、やばすぎます。ほんでこれ寝てたらここ天窓。ででーん。これはすごい。このセットやばいね。ちょっと舐めてた。いや私もやっぱりエアベッドはエアベッドだと思っていたんですけど、ちょっと今寝てみたらすごすぎる。こんなに変わるんだね。このなんだろう。あと枕あるよ。これもなんか進化していて、枕も発売されてるんですね。みたいですよ。これはエアじゃなくてウレタン。なんかエアじゃなかったねこれも。このベッドもだからウレタン感に感じるよね。あそうだね。もうエアじゃないの、ウレタン。これ気持ちいいやつじゃん。これちょっと1個しか聞けないんですけど。あそうなのか。行ってみます。ウレタン枕どうですか？これはやばい。このもちもちの集結。そうだよね、なんでこんな一気にこんななんか前エアだったのにね、これもね。エアだったしもっとちっちゃいし、やっぱそのエア感ってあるじゃん。すごいこの低反発のなんかもちもちになってすごい。そうこのこれはやばすぎる。多分言わなかったら、こうやって展示されてるじゃん、言わなかったら寝てみてくださいって言って、いいベッドですねってなって、マットレスどんな感じなんですかみたいな、これエアなんですよって言ったらってなっちゃうと思うよ多分。押していいよ置いちゃって。でもこれでさ、シングルも並べたら大家族で寝れるね。テント的にはダブルがもう一個入るのよ。入るね、ここにテーブル置いて挟んで、これなんか多分ギフトって書いてあったんだけど、これもサムトピアのなんかプレゼントなんかな、ノベルティみたいなやつ。ノベルティテーブルすごいね、テーブル置いてこっちにシングルやってみる。わ、そしたらもうやばいぞ。やばいぞ。大家族で。大家族っていうか、なんかこっちがベッドでこっちソファーで、そうやって置くってこと？やってみようか。エアーに囲まれますな。いやなんか2家族でこんないい思いをできるのっていいなって。これはさもうグランピングですねマジで。グランピングでこのベッドが置いてあったら、いや感動すると思う。よかったこれで来てよかったってなると思う。なる。どういうベッドなんだろうって思うもんね。できた。完成しました。すごいんですけどグランピング。これグランピングだマジで。シングルサイズで、これも同じくこの背もたれが取れて、後ろ側にもまだこの余白っていうか、ちょっとね、そうこれがあるから。確かにこんぐらい出てるんだね。そうだからこれじゃ狭いじゃんって思うかなと思って、後ろにもあるんで、畳まれたらこの広さはあります。みっちりだからソファーとして使う時はびっちり向こうにつけて、座ってみてください。うわ硬す
ぎて跳ね返った今。ちょっと弱める？まあでもどう？この方が立ち上がりやすいと思う。2人とかで座るなら硬いよ。あ、硬硬いよね。ちょっとびっくりした。ちょっと硬いな。向こうが 0.66 なんですよ。はい。そのなんかさっきのメーター数値、こっちが今1なんですよ。ああ、じゃあ全然 0.4 多いってこと？そうそう。お、全然変わってくるよね。変わる。これ 0.66 同じぐらい。同じぐらい。どうですか？いいです。いい？ソファーっぽくなった？もう一回ちょっとしゃがんでみるよ。あ、いいね、いいね。いい感じです。でこっちも同じくもちもちマットとシーツあるみたいなんで、はい。同じようにベッドにできるってことですね。そうですね。これはすごいぞ。革命的でした。ちょっと値段はなかなか手が出ないですけど、なんだろう、アウトドアでもこれ使えるし、家でも、例えば誰か来た時にソファー椅子足んないなとか、ああ、確かに。でそのままここ寝れてみたいな、ってなったらすごい便利かもしれないですよね。そうなるとタルちゃんはダブルは選ばず、例えばシングルを2個買って1人ずつ寝て1人ずつ2個買える金額じゃないですよね。そうするとやっぱりダブルのベッドもソファーもってなったら、まあそうだね、なんか来客用とか誰か遊びに来てくれた時に広げようっていうんだったらダブルをもうリビングの真ん中とかテントの真ん中にドンって置いてっていうのもありかも、それでソファーにしといて寝る時はベッドにする。思ってたのと違った。私も違った。まず生地もね、もうちょっと申し訳ないけどちょっとチャッチーと思ってた。前回のサムトピアのイメージがあるんで、ね、生地はまず一緒だと思ってたんですよ。そうだよね。あの感じでソファーベッドになったんかなっていう。あ、そうそうそう、ただ展開の仕方もこういう感じなんだと思って結構すごいなって思いました。この形の感じのソファーっていうのはアウトドアソファー出てるんですよね。エアソファーね、エアソファーはっていうのは前々から知ってはいたんだけど、でもクオリティが違う。質感が全然違う。ポリンポリンだったもんすごいです。全然違いますよ。ということで、ちょっと試してみたんですけど、もう本当こんな感じにこんな空間になりました。なんか今日コーディネートもしようかなと思ったんだけどもうこれ自体がコーディネートになった。すごすぎる。だって生地がまず可愛いから、いつもやっぱここの表面も気になっちゃうから、上からマットラグとかかけちゃうんだよね。部屋っすよ、部屋。いやすごいよ。このテントでちょうどよかったね。むしろ確かに、使いやすかったね、でこっちにさ前室あるから、感動しました、一応ね概要欄の方にサムトピアさんのリンクはありますので、ご興味ある方、先に言っときますけどお高いんですけどでもすごい、ありがたい体験をさせていただきました。本当にありがとうございます。本当に気になる感じだったら、イベントとかにサムトピアさん出てたら、体感した方がいいかもね。絶対体感した方がいい。人それぞれだとは思いますが、感じ方は。以上サムトピアでした。ありがとうございました。サムトピア確かに。小樽三四郎の焼肉これいただいちゃいまして、北海道行った時に前田夫婦さんと飲み行ったんですけど、なんか食べてほしいのがあるって言ってこれ送ってもらっちゃいまして、めっちゃうまそう。小樽のお皿までついてた。そう、お皿とすごい。焼肉三四郎さんのお皿、タレ入れのお皿と、タレからだしスープから全部セットになってました、お肉も4種類で。すごい。お肉がもう1セットあるんで。あ、そうなん。お肉が鶏皮、生ラム、豚腸、ホルモンだ、ハツ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。やっぱり三四郎さんといえばホルモン。ではさい。美味しい焼き方とタレの入れる高さみたいな書いてあって、そうすることによって最後にこのだし汁スープを温めて、そのタレの中に入れるらしいんですけど、お店で食べる味に近づけるということらしいです。こんなもんかな。危ね。ちょうど半分ぐらい入れた。ありがとうございます。なんか、焼き方も書いてあって、焦がしすぎないのが美味しく食べるコツ。くるんと丸くなったら食べ頃。うまそ
楽しみ。張り付かないように。あ、くるんってなった。くるんってなったね。でもこっち側くるんってならない。でも焦げない方がいいってことだよね、多分ね。うん。うまそう。うわー、やばい。うまっ。ホルイチ。ホルイチ。過去一ホルイチ。やばっ。うまっ。コリコリ。コリコリでうん。生臭くなくて味がどんどん出てきて、へちょっと今までにないホルモン。ー、柔らかい。柔らかいの、へー柔らかいの。うん。やばくない？すごっ。なんか今までにないよね。確かにどんどん味が出てきて、うん。ただ噛み切れない感じじゃなくて、じゃない、柔らかいんだよね。全然噛める、ずっと噛んでられる硬さで、ずっと噛んでていいですかって思うよね。ずっと美味しすぎて。味が出てきて、やべえこれ。うわー、なんか知っちゃったね、また。薄いからなのか、すごいちょうどよい。わかる。うん。これ見た時最初ちょっとびっくりして、どういう感じになるんだろう。すごいよ。臭くないんだよね、匂いも臭ね。くない。うん。一気にこのキャンプ感なくなりましたね。ただの家になった背景が。本当だ。もうあとこれ食べてはい。寝るだけなんで。ラムです。ラムです。いや確かに行ってみたいね。行ってみたい。三四郎。三四郎行きたくなっちゃった。分厚、タンみたい。いきなり暗くなったから焼け具合がわからんくなった。うわいい焼き具合じゃない。いただきます。くぐらせて。くぐらせて。あ、ラムの香りします。うん。うわ。うん。柔らか。柔らか。ジンギスカンの味蘇ってきた。わかる。冷凍でこれ食べれるのやば。すごいね。うん、やば。美味しいもん多すぎじゃない？うん。わ、これまたすごいぞ。すごそう。うん。不思議な、なんかでかいし。楽しみ。これ。すごいぞ。テントにいたら大惨事になっていた。言えなかったかもね、お互い。いただきます。うわ、すっごっ。うわー、なんでこんな違うんだ。違うんだ。柔らかいし噛めるし、ジューシーだし、皮というけど肉ですもん。溶ける皮。溶けるね。ホタル。あ、やっぱりホタルだったの？ホタルホタル。オレンジになるんだよ。ほら。ホタルホタル。どんだけ自然？ホタルホタル。あ、光ってる。光ってるよね。うん飛んでる。そこにいるね。ほら、光ってる光ってる。うわー、すごい光ってる。おいで、おいで。ほら。いたいたいた。ここ。窓。あ、本当だ。一匹だけで来たりするんだね。ね。赤いんだね、顔。頭がね。うん。さっきそうオレンジになってたからお尻が、なんかでかい虫来たって言った時だよ。そうだよね。うんなんかホタルじゃねって言ったの。おけつがオレンジだった。いやそんなさって終わった光る虫そんないないからだ。最後の初です。だってこんなとこに川もないしさ。確かにね。ホタルがあ、でもほら、用水路がいっぱいあるからね。あ、そういうところで、うんタロちゃんこれ絶対タロちゃん好きなやつだと思うよ。ね、初ね。うん、この分厚さ。うおー。コリコリまでいかないくらい柔らかい。うわ。だし汁を熱々に温めて、うんタレのこの器
に注いで少し混ぜるんだって。でそれが特製スープの完成。よいしょちょうだい。どうも。だしおわあったー、なんか飛んできた。三四郎のさ、めっちゃいい匂いしない？しまいますか。はーい、次の日になった。はい常設テント。常設今日も風が強い、風強い。エアコンあんま効いてない、あ、でもここにいたら涼しい。やっぱスポットですね。スポットという意味がよくわかりました。ここだけだな。よし、空気どんな？ということではーい。1日経ちまして空気の方いかがでしょうか。空気チェック。健全。変わらず変わらず。数値で出るわけじゃん。抜けてるかどうか、圧力数値がここに多分健在のはず。昨日 0.66 ぐらいにしたから、むしろちょっと上がってる。なぜ？ 0.71。ということは、一切抜けてません。やっぱり、はい座った感じ全然昨日と同じだったよ。こっちも全然変わらず快適。変わらず変わらず。ちょっと抜けてるよ。 0.58、0.06 ぐらい抜けてる。少し抜けて指アッます。プ。少し抜けてますね。 0.58。でも感覚としては変わるほどじゃないか。変わらないね。そうだね、変わんないけど、数字的にはちょっとだけ抜けてる。すごいやっぱり優秀なベッドですね。感動しました。じゃあ片付けますか。はーい。枕はもうそのまま片付けるらしいよ。もう袋がこうやってついてるから、こうやってこのまま寝るんですけど、片す時はかぶせて、一緒だよね。俺らが使ってるのと。うちらのはなんかマジックテープみたいな。そうだね。これは袋にこうやって。そのやり方もいいね。これ持ってこうかな。旅に買ったばっかりなんだけど C2 サミット。これ持ってけばいいんじゃない？俺のやつは古いやつだから。私の使う？じゃあ新しい。薄いけどね、私やつが。一緒ですよね。こんな感じでかわいい。畳めます。はい。シーツね。プルンプルン。なんか高級パジャマみたい。よいしょ。これはすごいな。餅をどうやって？すごい。力くるくるやってく。結構ボリューミーだったもんね。そうだね。でそのバッグに確かベルトもついてた気がする。餅包みみたいになってる。ギュッていけるから。なんかギューってやったらさ、このもちもちがシュッてなるから入れやすい。そこにシーツも入ったら嬉しいんですけどね。ね。結局もちもちもさ、その空気が入ってるからね、絞れば圧縮袋みたいになってたもんね、最初ね。そうだ結構で開封したらさ、そうだ、ワンってそりゃ元通りにはならないよな。ならないのにシーツ入ったいい感じ。いい感じ。でかいけどありがたいです、1個に入った方が。これじゃあつなげるのか、背もたれ。黄色いボタン、蓋の中。蓋の中。余裕。全然変わった。もっと抜いちゃえば。楽ちん。楽ちんです。 OK。 はい。長押しだよね。長押し。なんか1、2、3って線があるってことはそうだね。4個。いろいろなんかパワーアップしてる。入る。入るし、なんならなんかこの空気ボックスも入っちゃうね。そうだね。すごいしっかりしておられる。はーい。これがグランドシート。はい。
と説明書とリペアキットです。これどっちかに入れれそうだね。そうだね。すごいよかった。はい、ということで以上サムトピアニューソファーベッドのレビューでございました。いやいや、これはい、すげえ良かったです。めっちゃ良かった。すごいしっかりしてるのこのバッグね。すごいよ。うん。板みたいな入っててカチカチ型崩れしなそう、ね。概要欄の方に詳細載っておりますので、ぜひぜひ気になった方チェックしてみてください。なかなか夏のテント泊って僕らやらないかもしれないんですけど、また季節が良くなってきたらこういうグランピング仕様大好きなんで、多分持ってくんじゃないかなと思います。またね、その時のコーディネートとかもやってみようと思いますんで、はい。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。あざした。あざしたあざした。いや、とりあえずなんか和室とか片付けたら下でも寝れるようにちょっと広げとこうかな。これ広げて横になってテレビ見てそのまま寝れる。確かに